皆さんこんにちは、みちおです。これが2024年最後の撮影となっております。ここに並べたものは今回日本に帰ってきてから、どっかで買ったりまたは拾ったもの、例えばこれとかなどもあります。こうして見てみるといろんなものを、うちに迎えたというのが分かりますけれども、自分の好きなものがこうやってまとまって見えるっていうのはだんだん、そうですね、好みが絞られてきたような感覚、または変わってきた部分もあるかもしれないんですけれども、それらをこうやって眺めるのもまたそうですね、1年の振り返りというか、ここ数ヶ月の振り返りですけれども楽しいです。皆さんもそれぞれどこかで見たことのあるものが出てきているので、覚えているものもあるのではないのでしょうか。ちなみに例えばこのカエルだとか、ちょっと動画では撮ってないけれどもインスタなどでお見せしたものもありますね。ちなみにイギリスでいろいろ買ったり集めたものもありまして、それもまた機会があればまとめて撮ってもいいかもしれませんね。ちょっとあまりにもイギリスの方のものが多くなっているので、片付けながらそういうのを見直してまとめて撮影できたらいいなと思っております。それでは、最後にちょっとお話を、2024年の1年間皆さん見ていただいてコメント、いいね、それから、チャンネル登録も合わせて本当にありがとうございます。おかげさまで、1000人を超えて今、チャンネル登録者数が1147人だったっけかな、今日現在にもなりました。本当に1147人の皆様がこうやって登録して見に来てくださってると思うととても嬉しいです。2024年を振り返ると1月2月までこの日本に滞在しているんですけれども、その際の時々訪れていた骨董市、それから3月から10月はまたイギリスに戻っていたので、イギリスの主にロンドン、それからロンドン以外の、ヨークシャーだとか、あとはブライトンっていう南の方の海辺の町ですね。今もいるのかあれでちょっとわからないんですが、サッカーの三笘選手でしたがブライトンで活躍しているってことを聞いていますので、それでブライトンの地名を知っている方もいらっしゃるのではと思います。とにかくそのブライトンに行った時のビデオもあります。それからまた、夏が終わって秋になって10月、中旬ぐらいからまた日本に来ましたので、そこからまたこのように骨董市の様子を撮って、買ったものも紹介したんですよね。来年も、おそらく同じようなパターンで同じようなペースでやっていくと思います。今年1年で62から始まって、それから、今回この撮っているのが84なので、全部で22本撮ったってことになりますかね。とてものんびりだったんですけれども、お付き合いいただきありがとうございます。はい、それでは皆さん、どうぞ寒い地域の人は暖かくして、また暑い地域の人は涼しくして、お元気でお過ごしください。そしてまた来年お正月明けに会いましょう。それでは良い新年をお迎えください。それではまた、さようなら。これが柿渋です。町田の、柄太一のお店で買いました。布を2枚用意しました。
こちらの方は、コットン 100%、 こちらはコットン50のリネン50。これを染めていってみようと思います。はい、柿渋を100取りました。ここでちょっと見えますが、この辺りの色を見ると分かると思うんですけれども、黄色っぽいえんじ色、または赤みがかった焦げ茶のような色に見えますね。今この水を同じ分量100入れて1対1の割合で混ぜるところです。6回ぐらい塗り重ねたらいいんじゃないかということだったので、こういう風に6等分に線を引いてあります。でまずは全体に塗って、それが乾いたら今度は1個分この四角を置いといて、ここを塗らないでこの上の5個を塗る。でそれがまた乾いたら今度は4個、その後3個2個1個って最後に一番上のは6回分塗ったように、塗ったのができます。つまり65431と塗ったのが出てくるんですね。このような感じ。ちょっと近くに行って比べてみましょう。そうするとこの上の方がさっきのリネンとコットン 50% ずつ、下がコットン 100%。 元の色がこのように違っていたことと、あと繊維の質の違いもあってか赤みがかって、色がついていますね。こちらは黄みがかってる感じがする。で布がこっちの方が粗いから色も裏まで出てきやすいのかもしれない。こちらは布が密なので、このように密なので裏まで出てこない。これ面白いですね。でこれをまた乾いたら、この線に沿って、ちょっとうっすら見えますが、この線に沿って今度はここからこっち側を縫っていきます。柿渋の扱ってる業者さんの、ホームページを見て、読んだところ、柿渋というのは染料ではないと。染めるというよりもどっちかというと絵の具的な上に塗っていくような感じなんですかね。かなりこのように張りを持って乾いている感じ。はい、ちなみに、この、昨日作った1対1で薄めた液、こういうふうに容器で蓋をして置いといたんですね。で今のところはそんなに粘度は変わっていないように見えます。今綿 100% の布の方をこのように塗ってみました。今濡れてるんで、色が濃いめに出てると思いますが、もうすでに表面が膜のようになっているので、水分は中に染み込みにくい状態になっていると思います。ですのでこれが乾いた時に結構濃い色のまま残る可能性もあるし、また昨日から今日にかけて薄く見えるようになったように、このぐらいに、薄めの色に落ちるかもしれませんね。落ちるというか薄くなるかもしれませんね。3回目塗りました。ちょっとずつ境目というか線が見えますが、塗った後に染み込んでこっちにちょっと入っていってますね。これはそのままだけど、こっちがここの線なんだけどこっちに行っちゃってますね。今日はここの線、今日っていうか今やったのはこの線、これがまたじわじわ入っていくのかもしれませんし、そのままもう止まるのかもしれません。また後で見てみましょう。
最後の6回目の色付けを始めます。ちなみに1回目2回目3回目4回目5回目あんまり変わらないけれども、だんだん濃くなっているかな。この辺から急に濃くなってるような気がするのはなぜかなと思うんだけど、こっち側がコットンの方、ちなみにこっちはリネンコットンで、こっち側がコットンだけで、こっちは12345で、今日この6、こっから塗ります。はい、じゃあ塗り終わりました。これから乾くのを待ちます。はい、これで全部、6回に分けて、段階的に左から右に塗っていって、一番右が6回塗ったところ、これが左から1回2回3回4回5回6回塗って、塗り重ねたらこれぐらい。こっちはリネンと、綿 50% ずつ、ここが1回2回3回4回5回で、ここが6回と。これを1回ゆすいでみようと思います。重曹水につけた後にゆすいで乾いたところです。上2本がコットン 100%、綿 100% で目の詰まったもの、下は綿とリネンが、50% ずつで、目が粗めのものですね。重曹水につけた後色が濃くなりますね。やっぱりその真ん中2本、太い方の2本が濃くなって色味も若干変わって、こう赤みが減るというか、焦げ茶度が増すというか、そういう感じですね。これが、コットンの方、つまり綿 100% のこのように目が詰まり目の布地、それをこっちから1回2回3回4回5回6回と何回か、重ねて塗っていったから、このように、なんとなく濃くなってます。思ったよりあんまり変化がないんですね。そうですね。そんなに暗い色にはならない。強くはなってるような気もする。そんな感じ。こっちの下の方が、綿とリネン 50% ずつの布で、このように粗めですね。ちょっと比べてみると、こっちがさっきの綿 100% の細かめ、こっち側に来ると粗めですよね。ほら、それがこちらの方で、これが1回、つまり1回2回3回4回5回6回目というふうに重ねて塗っていったものですね。こちらの方が濃さがより出ている感じもしますね。リネンはコットンよりも、吸収率が高いということなんでしょうかね。で、ちなみに裏側はこっちの綿の方はほとんどやっぱり出てきてない、細かいし、こっちのリネン 50% の方はこうやって裏まで染み込んで出て、この裏の感じもまたいい感じになるから、使いようによっては面白くなるんじゃないかなと思います。はい、それでは最後にまとめ。まず染めてみて分かったことは、この色と風合い、それから布や素材による染まり方の違いがあるということ、それから、これ結構大事だと思うんですけれども、布が、これが元の布なので、その洗ったすすいだ後に結構縮むっていうことも分かりましたね。それもこれからの制作に役立つと思います。今回の実験をしたことで、今後柿渋で染めたものを作る時に出来上がりが想像しやすくなりましたね。注意して作ることもできますね。その時にはさらに、どんなことを考えてるかっていうと、前もって布を染めて、それを縫ったり、折ったり編んだり、いろんなことをするとか、または
作った後のものを染める、そういう方法もあると思うので、それもその時にいろいろ実験的に、制作を楽しんでいきたいと思います。とりあえず簡単にできるコースターとかマットとかバッグなどを作ると思いますが、何か他にもいいアイデアができたらなとは思います。以上、ご視聴ありがとうございました。それではまた。さようなら。